サルベ、皆さん、こんにちは。イタリア・ドイツガイドの萩原です。今日はですね、ローマをちょっと抜け出してですね、東に約30キロ、ティボリというですね、町にね、来ています。ティボリはですね、ローマより歴史が古くてですね、古代ローマ帝国時代には様々な邸宅、もしくは別荘がですね、建てられて、この目の前にちょっと見えづらいんですが、アニエース川がですね、流れていて、ティブルティーニ山脈の斜面に位置する町なんですね。こちらには、そのさっき言った古代ローマ時代のベスタ神殿ですかね。この町を創設したと言われているティブルヌスにですね、神に捧げた神殿がですね、そびえています。18世紀以降ですね、イタリア国内外の芸術家、ヨーロッパの貴族や多くの知識人にとって、ティボリはですね、必ず訪れるべき場所というふうにね、なるほど人気になりました。その一つがですね、今僕がいるビラ・グレゴリアーナに、ね、なります。時の教皇、グレゴリウス16世がですね、1832年に、アニエネ川のですね、度重なる洪水をですね、抑えるために、壮大な水利工事を行ったんですね。それによって、誕生した景観、例えばこのカスカーテグランデと言われるですね、落差120メートルもある滝が誕生したということで、下にまでね、続いています。カスカーテグランデといったですね、人工美、人によって作られた美、そしてさらに古代ローマ帝国時代に建設されたアクロポリスの中にあるああいったベスタ神殿ですね。そしてこの辺りにはローマ時代の執政官の邸宅ビラがあった。さらにここにこういった自然が作り出した美しい滝がですね、存在しているということで、18世紀に多くの芸術家、詩人、画家がですね、ここを訪れて、多くの多大なインスピレーションを受けたということで、まさにここが古代の楽園アルカディアをですね、想起させる場所となったわけですね。そしてティボリにはですね、忘れてはいけない世界遺産がね、2つあるんですね。2世紀118年から138年の間に建てられたハドリアヌス邸の別荘と、そしてこの目の前に見えるエステ家別荘ビラ・レステに、ね、なります。16世紀後半にこの別荘を建てたのはイッポリト2世で、枢機卿になるんですね。有名なボルジア家の、血がつながっているということで、彼はですね、コンクラーベで敗北してあまり望んでいなかったんですが、このティボリ氏の総督に任命されて、この役職を将来の足がかりとね、考えていたわけなんですね。また彼は考古学にもね、興味があったので、この地に残る多くの古代ローマの遺跡があるということで、地位を承諾したということで、このサンタマリア・マッジョーレ教会、彼が眠る教会に隣接するこの15世紀の門をくぐると、別荘ね、始まるということで、じゃあ早速中に入っていきましょう。1550年にですね、建設が始まった邸宅は、まず教会に隣接するですね、旧修道院を改築するところからね、始まりました。これがその旧ベネディクト会修道院の回廊なんですが、宮殿の一部になったわけですね。使われている石材は、このティボリで有名なトラバーチンという、大理石の一種に、ね、なっています。ローマ時代のですね、彫像であったり柱とかが並んでいるんですが、こちらに見えるのがその邸宅の最初の噴水であるヴィーナスのね、噴水に、ね、なります。女神がちょっとね、見えにくいんですけど、女神が横たわっていて眠ってるように見えるんですが、この壁画ですか、ニッチのところにはこれリンゴの枝とリンゴがですね、あしらわれているんですね。リンゴ、黄金のリンゴということは、これヘラクレスの伝説とね、結びついているということで、
この地はヘラクレス信仰がねとても盛んだったということと、ヘラクレス自体がとてもね、偉業を成し遂げた英雄ということで、その建設した枢機卿も自分と重ね合わせたわけですよね。まさに自分がこの邸宅において偉業をね、素晴らしい邸宅を成し遂げようというね野心がね現れています。邸宅をね出てきました。こちらビアローネと言われる広大なテラスですね。約200メートルの長さのテラスということで、この巨大な空間ですか、利用して枢機卿は昔のさまざまな貴族をですね、集めてここで催し物ですか祭事を行ったり、あとここは食堂に近かったのでここで食事もしたということなんですよね。見てください。そしてこのグランデロッチャと言われるところからはですね、広大な、ティボリのですね景色、田園風景をですね、見てください、眺めることができるんですね。なんといってもですね、このビラデレステのメインというのは邸宅そのものではなくて、これからご案内する庭園なんですね。ナポリの建築家リゴリオが完成させたルネサンス庭園ということで、この庭園とですね景観はヨーロッパ中で称賛され模倣されたということで、ちょっと早速下に降りてみましょう。ちょっとですね下に降りてきました。今日はですね特別に夜の特別拝観があるということで、通常はね夜7時までなんですが、夜の11時まで空いているということで、ライトアップされた庭園がね楽しめるということで、ちょっとね待ってみましたということで、この庭園は作曲家のねフランツ・リストがさっき言った邸宅、3階にですね
滞在していたんですね。ちょっとそこは見れることができないんですが、その際ね、この庭園何度か訪れてインスピレーションを受けて、彼もですね、この噴水のために、庭園のために捧げた曲がいくつかあるということで、もう至るところからですね、噴水の水の音が聞こえるわけですよ。まず一つ目の目的地、オバートの噴水、楕円の噴水にやってきました。オバートの噴水をですね、結んでいるのが、見てください。この、なんとも幻想的な、レ・チェント・フォンターネということで、3層構造のですね、噴水。なんとも夜だと、さらに幻想的ですよね。見てください。これね、苔にね、ちょっとこれ覆われてるんです。本当であれば、オイディウスね、変身物語っていうですね、神話のテラコッタが92枚、2個並んでいたりですね、エステ家の紋章、ユリであったりですね、あるんですが、ちょっとこれ覆われているんですが、逆にこの苔がですね、私たちなんか日本人にとってみると、わびさびじゃないですけど、なんとも懐かしさを覚えますよね。そしてこの古代大理石でのモザイクも芸術的なモザイクもさらにこの大通りをですね、美しくさせてますよね。この木々とですね、この静寂ですか。まさに静けさと静寂がこの大通りを素晴らしいものにしているんですが、こちら側にはですね、ドラゴンの噴水が輝いています。またもうこの大通りはもうなんかもう何度も往復したくなるぐらい美しいんですが、オバートの反対側にはですね、オバートの噴水はティーボーリの噴水と言われていて、こちらローマのですね、噴水と言われているんですね。
一番ですね、下まで降りてきました。こちらには大きなネプチューンのですね、噴水とさっき見たオルガンの噴水がですね、奥に見えます。